皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。今回はこちらのソニー FE24mm f2.8G というレンズを購入しましたのでご紹介したいと思います。私的には自分がこの画角のレンズを買うっていうのは自分の中でもちょっと意外な選択だったなっていう感じなんですが、一体なぜ私がこのレンズを購入したのか、その経緯などを中心にお話をしていきたいと思います。後半では実際に撮影した写真などもご紹介したいとは思いますが、この動画とは別の動画で撮影 Vlog なんかも上げていきたいなと思いますので、そちらの動画もぜひ楽しみにお待ちください。ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録やコメントをいただけると励みになります。ということで早速開封をしていきましょう。実はですね、一度開封をしてしまっていて、もう α7C2 に1回つけたことはあるんですけども、久しぶりのレンズ購入になります。そして初めての G レンズになります。こんな感じで入っていて、箱自体もすごくコンパクトですよね。私 GM レンズ24から 70mm の GM と、あと 50mm の F1.2 GM は持っているんですけど、というか純正レンズはもうこれしか持っていないんですけど、いわゆるこのコンパクトな G レンズを買うっていうのは初めてで、レンズ自体はこんな感じになります。あとはレンズフードが付属していました。こんなに小さいんですよね。そう、私 E マウントの小さい純正レンズが欲しかったっていうのが今回の購入の決め手というか本音でして、ちょっとその辺のお話はこの後しようと思うんですけど、一応 α7C2 につけるとこんな感じのサイズ感になります。めちゃくちゃ軽いです。早速外観やスペックをご紹介したいと思います。こちらは FE24mm f2.8G というレンズになります。発売時期は結構前で2021年、約5年前に発売となったレンズになります。価格は新品で約8万円ほどで購入をしました。重さはなんと 162g で、私が持っているソニーさんのレンズの中では圧倒的に軽いレンズになります。私が今他に持っているレンズは、今撮影で使っている FE2470mm f2.8 GM2 と、あとは 50mm f1.2 GM というとても贅沢なレンズを持っているんですが、それよりももっと軽さが欲しくてこのレンズを今回買いました。だいたい α7C2 が 514g ぐらいなので、この 24mm のレンズと合わせても 670g ほどと、私が持っているカメラ、レンズの中で一番軽量な組み合わせなんじゃないかなと思います。こんなに小さくてコンパクトなんですよね。G レンズということでビルドクオリティもすごく高いですし、この金属の質感とか、あとは AF、MF の切り替えスイッチとか、あとは反対側にクリックのオンオフスイッチとか、あと私が大好きな絞りリングもちゃんとついてます。でレンズフードをこのようにつけて、で絞りリングを回した時の感触もしっかりとした感じがあって、この見た目の良さっていうところもかなり私は気に入っています。レンズフードつけてもこのぐらいのサイズ感ってすごくないですか？ここからはなんで私がこのレンズを買ったのかっていうお話をしていきたいと思います。最初にも少しお話はしたんですけど、私の中ではこの 24mm っていう画角のレンズを買うっていうのは結構意外な選択だったんですよね。というのも、私は感覚的に 50mm っていう画角がすごくやっぱり好きなんですよ。
ライカでもアポズミクロンとかズミクロンを持っていますし、ソニーさんの純正の 50mmF1.2GM も持っていたりはしていて、やっぱり自分の中でしっくりくる画角って 50mm だなって思うことがすごく多いんですけど、なんでしょうね、こう見せたいものをちゃんと決めやすい感じだったりとか、情報量が多すぎなくて自分の感覚にすごく合ってるんですよね。なので少し前までの自分だったらこの 24mm のレンズを買うってあんまり想像はしていなかったんですけど、ただここ最近というか少し前からもう少し広めで撮ってみたいなっていうふうに思うようになってきていて、こう 50mm の見え方は今でもすごく好きなんですけど、それとは別でもう少しその周りはどんな雰囲気だったのかとか、そういうところも映せるような画角も楽しめたらいいなって思うようになってきたんですよね。本当はですね、これはちょっとわがままではあるんですけど、本当は 35mm が欲しかったんですよね。50mm っていう画角ももちろん大好きなんですけど、こう 35mm ってなんとなくこう憧れのある画角というか、50mm よりも少しだけ広くて、でも広すぎなくて、被写体自体もそうですし、その周りのことも一緒に残せる感じがあって、あとは 35mm を自然に使いこなせるようになったらかっこいいなみたいな気持ちが前からありました。で、それでソニーの 35mm もいろいろ見てはいたんですけど、GM の 35mm っていうのはやっぱりすごく魅力的ではあるんですが、ただ今回自分が一番求めていたのはその写りの凄さを優先した一本というよりかは、もっと軽くて、でも軽いんだけどある程度の高級感を欲しいっていうような一本だったんですよね。で、そう考えると 35mm の GM のレンズは私の使い方だとちょっと大きすぎるなっていうふうに思いました。もちろんすごくいいレンズだとは思うんですけど、今の自分の用途にはもう少し軽量さを優先したいなっていうふうに思ったんですよね。それから無印の 35mm も、いいのかなって最初思ってたんですけど、意外と大きいなと思って、大きいっていうかこう長さがちょっと気になったんですよね。せっかく α7C2 みたいなコンパクトなカメラを使うんだったら、もう少しこう全体として少し小さくまとまってくれる方が嬉しいなと思ってしまって、でそこで何かいいレンズがないのかなって探してたどり着いたのがこの 24mmF2.8G のレンズでした。私こういうコンパクトな G レンズって今回が初めてで、ちゃんと触ったのも多分初めてなんですけど、実際に家電量販店とかで見てみたら、これめちゃくちゃいいじゃないって思って、まず純粋にサイズ感がすごくいいんですよね。こう小さいし軽いし、でもちゃんと質感もいい感じがして、あと私の大好きな絞りリングがあって、見た目にもちゃんと満足感がある感じが気に入っています。この小さい中にこの機能がギュッと詰まっている感じが使っていて、気分を上げてくれるような感じがありました。で、何がいいのかというと、私はドライブの様子とかをやっぱりミラーレスで撮りたいなって思ってます。もちろん歩いてる時とか旅ブログっぽい時はオズモナノとかオズモポケットみたいなカメラを使うこともあるとは思うんですけど、やっぱり自分の中ではこのミラーレスカメラで撮る映像の方が圧倒的になんか綺麗だし、しっくりくるなって思います。あとは α7C2 って美肌補正もしっかり使えたりするので、そういう意味でもやっぱりミラーレスカメラで撮りたいなっていうふうに思っているんですよね。この間ソニーの α6700 にシグマの 1850mm をつけてドライブの様子を撮ってみたんですけど、あの組み合わせもかなりコンパクトではあるんですが、ただそれでもレンズ自体は少しやっぱ長さがあるので、もう少し軽くてもう少し小さい方がドライブの撮影では安心だなって思ったんですよね。あとはシグマの 1850mm だとフルサイズ換算でだいたい 27mm から 75mm ぐらいになるんですけど、その 27mm っていうのがほんの少しだけやっぱ車内で撮るってなると狭いなって思う時があって、本当に差はちょっとの差なんですけど、こんな感じで Vlog っぽく使いたいなって思った時は、その少しの差が結構大きいのかなと思いました。
なのでそういったことを考えると 24mm のこのレンズだったらその問題もかなり解消できるんじゃないかなと思いました。そして最大の購入の決め手だったのがこれなんですけど、このレンズってフルサイズで使えば 24mm なんですけど、α6700 につけたり、あとは α7C2 のスーパー 35mm モードにすると 36mm 相当の画角で写真を楽しむことができるんですよね。これがもう私の中では一番大きかったです。本当は 35mm が欲しいんだけど、でも大きさとか重さは今回は妥協したくないって思ったので、しかも動画では 24mm くらいの広さも欲しいっていうところだったりとか、このちょっとわがままな私の条件を意外とこのレンズが叶えてくれた感じがあったんですよね。ドライブシーンとか Vlog のシーンでは軽量で広角の 24mm として使えますし、一方でスナップ写真を撮るときはクロップ機能を使って 36mm、35mm っぽい感覚でも楽しめます。なので純粋に 35mm の単焦点を買うよりも、この運用の仕方の方が今の私のいろんな条件を満たしてくれるなと思って今回購入をしたっていう風な感じになります。実際まだそんなにたくさん撮影しているわけではないんですけど、純粋に 24mm という今までの自分の好きな 50mm の画角よりも少し広めの広角で撮るっていうのも思ったより楽しいなと感じています。前はもっと 24mm ってちょっと苦手かもしれないなっていう意識があったんですよね。なんでしょう、広すぎて難しそうとか、なんか決まらないぼんな感じとか、そういうイメージがあったんですけど、でも実際に使ってみると今までよりも周りのその情報をもう少し含めて残せるっていう感じはすごく面白くて、このくらいの価格もいいのかもしれないなっていうふうに今は思ってます。今までの自分の感覚にはあまりなかった発見ができたっていうのがすごく嬉しいなと感じました。もちろんまだなんでしょうね、24mm で写真を楽しむとか 35mm で写真を撮るのはまだなんかたまに感覚がつかめないなって思うこともあるというか、他のカメラで言うと、例えばお部屋でこれを使って撮る練習をした時に ZF と 40mm の組み合わせはなんか撮りやすいんだけど、 35mm だとちょっとなんかこれは難しいぞみたいな時もなんかたまにあったりとかしてて、完全にこう自分のものにできたっていう感じではまだないなっていうのが正直な感想なんですけど、これからもっと使っていきたいなと思えるレンズでもあります。最短撮影距離も 0.24 メートルなので寄って撮ることもできます。このあたりも日常のちょっとしたものを撮ったりとか何かを紹介したりするときには使いやすそうだなと思いました。ということでまだ使い始めたばかりではあるんですけど、今の自分の撮り方とか動画での使い方を考えるとかなりちょうどいい一本を変えたなという感覚があります。この後少しだけこのレンズで撮ってみた写真もご紹介したいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回の撮影はお花の写真がメインだったんですけど、このくらいの画角だと自分が見ているものとかその被写体をどう捉えているかみたいなところが結構出やすいなと思いました。私の中ではやっぱり普段 50mm 付近の画角がすごくしっくりくるので、最初はやっぱり 24mm って広すぎるのかなとか、ちゃんと使えるのかなみたいな気持ちも少しあったんですけど、でも実際に撮ってみると思ってたよりは全然楽しかったです。こういうお花はつい寄って主役だけを切り取りたくなることも多いとは思うんですけど、 24mm で撮るとそのお花そのものだけじゃなくて、その
周囲周りにあるものとかその場所の雰囲気も一緒に残しやすいなと思います。ここにこういう風に咲いてたんだなとか、そういうことも含めて写しやすいのが魅力だなと思いました。もちろん 50mm みたいに主役をすっと整理して見せる感じとはまた違うので、簡単かと言われると全然そんなことはなくて、むしろ広い分余計なものも入りやすいですし、どこを見せたいのかを自分の中でちゃんと考えないと少し散らかった印象にもなりやすいなと感じたので、そこは今後の自分の課題ではあるのかなと思いました。でも撮っていて発見があるなっていうか、今まで自分があんまりしてこなかった考え方で写真を撮るっていうような感じがあって、それがすごく新鮮だったなと思います。あと今回撮影したお花みたいな被写体は近づいて撮るのも楽しいですし、少し引いて周りの景色ごと入れても楽しいので、この 24mm という画角の練習はすごくいいなと思いました。最短撮影距離も比較的短めではあるので、少し寄って撮れたりもするので使いやすいですし、ただ広く撮るっていうだけじゃなくて、ちゃんと主役を意識しながら遊べるっていう感じもあって、そこもすごくいいなと思いました。まだこのレンズを完全に使いこなせている感じでは全然ないんですけど、逆にこれからもっと使っていく中で自分の中で 24mm とか、35mm とかの感覚をなじませていきたいなと思える、そんな一本でした。特にこれからちょっとしたお出かけだったりとか、あとはドライブの様子だったりとか、そういうものをもっと気軽に綺麗に残したい時に、このレンズはかなり出番が増えそうだなと思っています。ということで今回はソニーの FE24mm F2.8G の開封と購入した理由、そして簡単に写真もご紹介してみました。まだファーストインプレッションっていう感じではあるんですけど、今の自分の使い方にはかなり合っていそうだなという感覚がありますし、これからもっと使っていくのが楽しみなレンズだなと思っています。また今後このレンズで撮った写真や動画も少しずつお見せできたらなと思っていますので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。皆さんは 24mm とか 35mm あたりの広角寄りの単焦点は使ったりしますでしょうか？ぜひコメントで教えてください。いつもコメント楽しみにしています。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っていますので、ぜひご登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よろしければフォローしていただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。最近お披露目はできていませんが、3D プリンターでとあるものを作っているので、そちらの進捗などもこのカメラ、レンズで撮影、そして SNS で公開したいなと思っていますので、そちらもぜひ楽しみにお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。